皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は越冬に向けた巣箱の包装作業と、包装作業を行った翌日の様子についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。なお、撮影を行ったのは12月上旬の2日間でした。天気は2日とも晴れていました。撮影1日目の昼下がりに越冬放送を行いました。その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で8度でした。撮影2日目の午前中に越冬放送翌日の蜂たちの様子を観察しました。この時は朝8時半の気温は6度でしたが、10時半には13度にまで上がりました。今回のテーマである越冬放送ですが、それは蜂たちが冬の間に体を震わせて出す熱を巣箱の外にできるだけ逃がさないようにするために行うものです。越冬放送を行う当日は、先ほどの写真でお見せしましたように、巣箱を仮置きしてあった場所から越冬場へと車で運びました。越冬場とシーズン中の養蜂場は直線距離にして30メートルしか離れていません。しかし巣箱を仮置きした場所はそこからかなり離れています。巣箱を遠くに仮置きしたのは蜂の空間記憶を消すためでした。この点について詳しくは2週間前に撮影した前回の動画でお話ししましたので、ご関心のある方はどうぞそちらをご覧ください。巣箱の運搬と包装は午後に行いました。しかし朝早くに巣箱の巣門にゴムチューブを切ったものを詰めて栓をしました。これはもちろん一連の作業を始める前に蜂が巣箱の外に出ないようにするためです。この養蜂場では二重箱式越冬法を採用しています。二重箱式越冬法では巣箱を映像でお見せしているようなより大きな箱の中に入れて、巣箱と大きな箱との間にできる隙間を保温材で埋めます。保温材としてはここでは麻布を使っています。二重箱式越冬法は通常屋外の越冬で使われるものです。それに対してこの経営では納屋の中で越冬させています。しかし納屋の壁に隙間がかなりありますので、通常は屋外の越冬で使われる二重箱式越冬法を採用しているわけです。なお、巣箱の包装作業の実際についてはすでに2年前の動画で詳しく紹介しておりますので、ここでは要点をかいつまんで述べることにします。外枠の箱は自家製です。巣箱は外枠の箱の中に2段にしておきます。外枠の箱にも出入り口がついています。外枠の箱の出入り口と巣箱の巣門との間には、若干ですが高低差があります。そこで外枠の箱と巣箱の巣門とをつなぐために渡り廊下を設置します。また上段の巣箱の外枠の箱の出入り口には、このままでは蜂が取り付くものが何もないので、踊り場になるような板を設置します。そして上段の巣箱の渡り廊下はこの板の上に置かれます。巣箱、渡り廊下、踊り場の位置を決めたならば、今度は外枠の箱と巣箱の間の隙間を保温材である麻布で埋めます。そして保温材を入れたならば、この時点まで空いていた外枠の箱の側面にも板を設置して、外枠の箱の4つの側面を完成させます。なお、外枠の箱の第4番目の側面を設置する直前に、巣門に栓をしていたゴムチューブを取り除いて、巣箱の巣門を開けます。そして次にまだ空いている箱の上から、さらに保温材の麻布を追加して入れます。保温材を十分に入れたならば、断熱性に優れたスタイロフォームを外枠の箱の上に置いて屋根とします。スタイロフォームの上には強度に優れたポリカーボネート製の波板を置き、さらにその上に木材や石を置いて重しとします。これで越冬包装に関する一連の作業は終了です。
さて、次にお話しするのは、先ほど巣箱の巣門を開けましたけれども、その直後の蜂たちの様子についてです。巣箱を仮置きしてあった場所から越冬場まで移動させ、さらに越冬場についてからも外枠の箱の中に巣箱を収める過程でかなりの振動を巣箱に与えました。そのため巣箱の巣門を開けた直後に興奮して巣箱の外に出てきた蜂たちが何頭かいました。そこで念のために仮置きする前のもともと巣箱がシーズン中に置かれていた養蜂場に行ってみました。するとそこに戻っている蜂たちがいるのを見つけました。戻っていた蜂の数はそれほど多くはなくて20頭から30頭ほどだったと思います。養蜂場と越冬場とは直線距離で30メートルほど離れています。この時はこうした迷子の蜂たちを捕虫網で捕まえて越冬場にまで連れてきて放してあげました。この時は気温が低かったために、そもそも巣箱の外に出た蜂の数が少なかったのだと思います。そして、その中で養蜂場に戻った蜂の数も少なかったのだと思います。この時の気温は8度ほどでした。以上は実際に越冬放送を行った当日のお話でした。そしてここからは越冬放送を行った翌日に起こったことです。越冬放送を行った翌日は朝の気温が6度しかありませんでした。しかし10時半頃になると13度にまで気温が上がりました。これぐらいの気温になってくると蜂の活動が活発になってくる可能性があります。これは朝9時頃の外枠の箱の出入り口の様子です。ここを出入りする蜂はまだ見られません。しかし映像には残念ながら撮っていないんですけれども、9時半頃になると少数なんですが蜂の出入りが見られるようになりました。その時30メートル離れた養蜂場に行ってみると数頭の蜂が戻っていました。そしてそこでこのように凍えているように見えました。時刻は10時頃になったところです。この頃になると気温が上がってきました。すると外枠の箱の出入り口から出入りする蜂の数がご覧のようににわかに増えてきました。しかし少し注意してみると全ての巣箱で蜂の出入りが見られるわけではありません。こちらの巣箱では蜂の出入りが全く見られません。つまり蜂の外出が盛んな群と反対に蜂の外出が全く見られない群とに、この時点ではどうやらはっきりと分かれているようです。それでは巣箱の外に出た蜂たちは一体どこに行っているのでしょうか。私たちが心配しているのは30メートル離れた養蜂場に舞い戻って、もしかしたらそこで迷子になっているような蜂たちがいやしないかという点です。そこで前日に引き続き様子を見るために養蜂場にまで行ってみました。するとご覧のように養蜂場に戻っている蜂たちがいました。戻っている蜂の頭数は正確には分かりませんが100頭以上はいたと思います。戻った蜂の中にはそこでブンブンと飛び回っているものもいましたが、地面に降りてじっとしているものもいました。ここで興味深いのは先ほど巣箱を出入りしていた蜂たちが正確に自分たちの巣箱がもともと置かれていた場所にたどり着いているという点です。養蜂場にはそれなりの広がりがあります。その中で蜂たちが集まっているのはもともと自分たちの巣箱が置かれていた限られたある一区画なのです。ご覧のように戻った蜂の中には冬には珍しいオスバチまでいました。ところでこのように舞い戻っている蜂たちがそこそこいるというのは私たちにとっては少々意外な結果でした。というのも今回の場合私たちは巣箱を一旦シーズン中の養蜂場から離れたところに仮置きして、その仮置き場にしばらく置き、その後養蜂場に近い越冬場に巣箱を移動させたからです。このような操作によって蜂たちの空間記憶は消えてなくなってしまっているはずでした。したがって越冬場から養蜂場に戻る蜂たちは
ほとんどいなくなるはずでした。しかし実際には一つの巣箱から100頭以上の蜂たちが養蜂場に戻ってしまっていたのです。前日に養蜂場に戻った蜂の数と合わせると百数十頭の蜂が戻ったことになります。この百数十頭を多いと見るか少ないと見るかは評価の分かれるところでしょう。しかし来年の春まで新たな蜂の補充が全くないということを考えると、ここは一頭の蜂も無駄にしたくないところです。そこで前の日と同じように養蜂場で捕虫網を振り回して蜂を捕まえ、捕らえた蜂を今度は越冬場にまで運んでそこで放すということを行いました。そうすると養蜂場でたむろしている蜂の数は目に見えて減っていきました。ただここで一つ気になったのは、網で捕らえた蜂の数よりも養蜂場の蜂の数の減り方が激しかったということです。つまり養蜂場にいる蜂の数は思ったよりも急速に減っていったのです。私は養蜂場に巣箱がもうないことに気がついて、どこか別の場所に巣箱を探しに行った蜂たちがいるのではないかと思っています。そしてそうやって養蜂場から離れていった蜂の中には本当に迷子になってしまった蜂もいたかもしれません。しかし中には越冬場に舞い戻って無事に仲間のもとに帰ることができた蜂もいたかもしれません。しかしこうしたことは残念ながら検証しようのないことです。蜂たちは外枠の箱の出入り口をどうやら自分たちの新たな巣門と認識し始めているようです。外枠の箱の出入り口のあたりで NASA の付箋から集合フェロモンを放出している蜂がいます。養蜂場に巣箱がもうないことに気がついた蜂たちがこうした仲間が出す匂いに導かれてスムーズに我が家に帰りつけたことを願うばかりです。なお養蜂場に戻った蜂たちはおそらくは古参の外勤蜂でしょう。それに対して越冬場の巣箱の位置を覚え込むために盛んに定位飛行を行っている連中もいますが、彼女たちは日齢の若い蜂たちでしょう。あるいは仮置き期間中に巣箱の位置の記憶をなくした古株の蜂たちが新たな巣箱の位置を記憶の中に刻み込もうとしているのかもしれません。はい、ということで今回は越冬放送当日とその翌日の様子についてお伝えしました。2年前にも越冬放送のお話をしましたが、その時と今回とで大きく違うのは養蜂場から越冬場への巣箱の移動のやり方です。2年前には養蜂場から30メートル離れた越冬場へと放送の当日に巣箱を一気に移動させました。それに対して今回は一旦巣箱を遠くに仮置きして蜂の空間記憶を消す操作を行いました。結果は一つのコロニーについて移動の翌日に100頭以上の、おそらくは古株の外勤蜂が養蜂場に舞い戻ってしまって、蜂の養蜂場の位置の記憶は十分に消えてはいませんでした。ここには巣箱を遠くに仮置きしておいた期間が教科書通りの3週間ではなくて2週間に短縮していたということがおそらくは影響しているのだと思います。なお養蜂場に舞い戻った蜂の多くはたった一つのコロニーの蜂たちです。ただ他のコロニーの蜂たちは養蜂場の位置の記憶がなかったから養蜂場に戻らなかったのかというと、おそらくはそういうことではありません。越冬場に行ってから外にあまり出なかったので養蜂場に戻らなかったのです。こうしたすでに越冬態勢に入っている蜂たちが養蜂場に戻らなかったからといって彼女たちの記憶から養蜂場の位置の記憶が消えたという証拠にはおそらくはならないでしょう。ここには確かにコロニーごとの個性の違いがあります。少し暖かくなると外に出て騒ぎ出す少数のコロニーがある一方で、多くのコロニーでは冬であることをしっかりと自覚して少しぐらい気温が上がっても巣箱の中にじっと閉じこもっています。そして前者の陽気なコロニーの越冬放送直後の様子を観察することを通して私たちは仮置き期間の長さが十分ではなかったということを知ることができたのでした。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますのでよろしかったらお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。